こんにちは、まみきさんです。皆さんとってもお久しぶりですよね。インスタのストーリーズを見てくれている人は知ってると思いますが、しばらく YouTube をお休みしている間、実は日本へ帰国していました。最近日本への観光客がすごく増えているせいか、航空チケットがとっても高くなっていたんですよ。そんな中、唯一ガクンと下がった4月の29日、かなって帰国することができました。今回は滞在中の出来事や、あんまり出かけなかったのでその分お買い物をしちゃったりして、その中から少し絞って購入品をご紹介しようと思います。今回、使った便はミラノ発羽田着の直行便で、時期的にこちらだとイースター休暇が終わって一段落ついた日、そして日本だと4月の29日はゴールデンウィークが始まった初日かな。なので日本から海外へ行く人というのは多かったかもしれませんが、海外から日本へ帰るという人が割と少なくて、ミラノから乗った人はほぼイタリア人だった感じですね。なのでラッキーなことに隣2席が空席で、12時間の長旅でしたが、割とリラックスして過ごすことができました。これはお昼ご飯ですね。映画はティモシー・シャラメの名もなきものを見ながら食べています。着きました。まずは海を見ないと始まらない。ただいま葉山。去年も登場したれいちゃんのお店、タッドボトル&バーとギャラリーヨロ。今回もタイミングよく帰国してすぐに同級生の個展がありました。沖縄で織物をしている長池智子の織物展。沖縄の伝統的な織り方で作られた帯とセットで使える和装に合う手提げ。綺麗な色合いのランチョンマットは花織という琉球王時代から続く伝統技法で作られています。壁にかけられた作品は彼女が生み出したオリジナルの織り方です。花織のランチョンマットを購入しました。すべてオンリーワンで、私は赤やピンク、オレンジなどの暖色系にそれぞれ青い糸が混ざっているものを選びました。うちはポイントにターコイズブルーがあるので、それに合わせてこの色合いを選びました。あと一かけで完成するハートは使い手に満たしてほしいという思いが込められている。いろんな技法で織られた生地たちを組み合わせて作った楽しいクッションカバー。この日はギャラリーとつながったタッドボトル&バーでオープニングパーティーがあり、フードインストラクターである同級生のヒヨが腕を振るってくれました。タッドの内装は去年よりもアップグレードされてて、さらに可愛くなってる。また今年も恒例のフィレンツェ留学時代の仲間と五反田にあるフリコ島で女子会。まずは前菜。私は淡路島産メジロのお刺身のカルパッチョ仕立て。彼女はスペイン産生ハムのサラダ仕立て。そしてエゾジカのテリーヌ。トマトといろいろ野菜の冷たいスープガスパチョ。メインは宮崎産カンパチのソテー。
そしてデザート。美味しい食事をいただいた後、事前に注文してくれたジュエリーを見てもらっているところ。リングはどれにしよっかなって悩んでる様子。いつもたくさん購入してくれてありがとう。とても感謝しています。絶対に行くと決めていたロエベクラフテッドワールド店。16時半に予約を友達が入れてくれてて無事到着。ロエベとの出会いは、私が20代半ばだった頃に母が誕生日プレゼントとしてポーチをプレゼントしてくれたのがきっかけでロエベ自体を知りました。こちらのミニポーチです。ブラックレザーで光沢のあるコーティングがされているもので、ファスナーのこの取っ手の部分がシルバーになっていて、とってもかっこいいポーチになります。10センチ強の割と小さめのポーチなので、リップなど本当に必要なものだけを中に入れて、携帯していたのを覚えてます。で、中には、リップとかグロス、短くなったリップペンシル、そして、こちらは本当に当時持っていた携帯用の、パーフュームスプレーです。中にコム・デ・ギャーソンのパーフュームも入れて持って行っていました。もう30年ぐらい前のものなので、結構劣化がひどくてコーティングが剥がれてきてしまっているので怖くて使えないんですけれども、とても大事に宝物として取っています。1846年にスペインのマドリードに皮革工房を創業したロエベ。初期のオーダーメイドで作ったアイロン用のケースは1909年に作られたもの。こちらはレザーでできたランプ。リアンナやビヨンセのステージ衣装も手掛けられた。レーザーカッターで全パーツを切り、組み立て仕上がったのがこちらの立体感のあるバッグ。革職人のツールボックス。個々で自分のものは作っていて、それぞれ個性があって面白い。ビーズ刺繍を施した細かすぎる手作業のかぼちゃバッグ。移動途中に好きなシールを選んで壁に貼れるという場所。ミラノサローネの展覧会でロエベとコラボしたアートや家具がこちらに展示されています。ジョナサン・アンダーソンが2013年にクリエイティブディレクターに就任してから今までのコレクションが並んでいます。なびいているように見えるこちら、コッパーでできたジャケット。面白い発想のデザインと、それをきちんと実現されるクラフトマンシップに圧倒され、興奮が止まらない。こちらの花模様、ビーズで総刺繍ですよ。地元のイベント、葉山芸術祭。最終日に森山神社境内で開催された青空アート市に行ってきました。前回来た時は父のコーヒーカップをこのマーケットで購入したので、今回も両親の朝ごはんのミルクティーがたっぷり入るマグカップがあればゲットしたい。ターコイズ色がたくさん並ぶ器工房千の森。ここのカップが気に入ったよう。早めのお昼を食べる。前回沖縄ソーキそばがすごく美味しく、今回も麺がいいなと思って安曇野タレ研究所のビーガン白ごま担々麺にしました。肉が入っていないとは思えないちゃんと濃厚な担々麺。
とっても美味しかった。山梨で育った木で作られた器や鉄でオブジェや DIY で使えるような小物たち、エアプラントホルダーをゲットしました。こちらは鉄のハンギングに小さな木の器がはめ込んである合作。木でアクセサリーや雑貨を作る木工作家。作家が麻のジャケットにレンコンのブローチをつけていて、それがとっても可愛くて、私もレンコンブローチを買いました。藍染めの芸術祭公式の手ぬぐい。ほぼ毎晩飲んでいたこれ。父が毎年庭の梅で梅酒を作ってるんです。1919年って父の中では1900年代みたいですね。2019年から2023年のものを飲み比べていました。で、この日は去年も紹介した我が家でリクエストが多い父が作るインドネシア料理ラウォン。牛肉をスペシャルな味付けで煮込んだものにいろいろトッピングして食べる。うますぎるんだ。10代の頃バイト先で出会ったゴイちゃんとは必ず会う。彼女の提案で横須賀上町に行くことになった。35年ぶりの上町でかっこよすぎるショップ見っけ。店頭で裁断してて、作り手が直々商品の説明をしてくれる。スリムな男性が作る洋服。一目見て気に入ったリネンのベストがあって、ユニセックスだというけれど男性向けに作られているのは確かで、骨盤の張っている私はどう頑張ってもジッパーが止まらない。どうしよう。はい、着てみました。見ての通り割と長さがあって、ちょうど腰の張っててお尻が大きい位置まで来るので止めることができませんが、イメージをしていた通りシンプルな T シャツにこちら1枚を羽織るだけで格好がつくっていうので購入したので満足しています。で、横にはジッパー付きのポケットが両サイドについています。ちょっと最近30度超えでとても暑いのでこういう格好はできないのが残念なんですが、2枚重ねのリネンになっているのでオールシーズン着られるように作られているんじゃないかと思うので、これから先秋冬でも活躍してくれるんじゃないかと思っています。ラブフォースワン、ナイキエアフォースワンに取り付けられるレザーキルト。5年ものの履きくたびれたエアフォースワンの他に、実はストック用にもう一足ある。それを下ろすことにした。つなぎジャパンというショップで販売されています。制作者ご自身がエアフォースワンしか履かないらしく、街使いだけではなくドレスアップしたいシーンでも履きたいという思いで作られたみたいです。裾を折って短めに履いたブラックデニムと合わせた。かなりいい感じ。フリンジ付きのスラックスで切れ目コーデ。キルト部分がチラ見えするだけでスポーティー感が軽減する。神田に勤める同級生とランチ。インド料理グルメの彼におすすめのお店に連れてってもらった。南インドビストロのランチミール。7つのベジベースの小皿はそれぞれが特別なお味。選べる2種はバターチキンとマトンにしました。全部かなり美味しい。グルメな彼のアカウント結構参考になるので覗いてみてね。韓国に留学中のスイスの姪っ子がなんともフットワーク軽くて飛んで会いに来てくれました。赤レンガ倉庫をブラブラ。焼き鳥が食べたいということで弟に連れて行ってもらったことのあるデンベイへ。名物の鶏皮は絶対食べてもらいたかった。ちょっと難しいかなと思ったそら豆も気に入ってもらえた。
日本で彼女と会ったのが不思議で、でもすごく楽しい一日だった。ここは笠谷さんの美容室ミヤ。お願いしていたものを受け取りに来ました。素敵な内装は全部彼が手掛けたんです。見覚えのあるメロンな亀。そう、バナナを作ってる彼です。去年の個展覚えてますか？その時展示されていたブリッジガールがずっと気になっていて、この度購入いたしました。こんな素敵な梱包、細部までセンスがピカリ。タターン。帰国の際には必ずゾフで新しく老眼鏡を作ってもらうんですけれども、ゴールドフレームが欲しくて、今回はこちらのちょいワルデザインにしました。このキンキラキンの櫛はラブクロームという溶かすと髪の毛がサラサラになると言われていて、帰国の際には絶対にゲットしようと思っていたものです。24金コーティングされています。ショップはどこに行っても売り切れ中で在庫がなくて、結局楽天で購入しました。葉山に住み始めた頃からお寿司はここ県寿司。弟とデート、ホタテにハマグリたまらん。大将にお任せしましたが、やっぱウニイクラは締めにもう一回行きたいでしょう。はい、追加で。歩いてこれるのがまたいい。これも弟にそら豆の直火焼きの食べ頃を教えてもらっているところ、ブクブクと泡が吹いてきたら OK らしいです。ここは必ず癒されによる。寂しくなるね。まだ本格的に暑くなる前のとても良い時期に帰ってこれてよかった。すでにスイスに戻ってきてから1ヶ月は経ってしまっているので、だいぶ昔のことのように感じています。ただね、今年はもう一回秋に日本に帰国する予定になっています。なかなかね、毎回会いたい人全員に会うというのが難しくて、それが残念なんですけれども、次回は、葉山にあるギャラリーヨロさん。今回の動画の最初の方で同級生が個展をした場所と同じ場所で、私もジュエリーの個展をすることになっています。なので展示会場に会いに来てくれると嬉しいです。まだまだ先のことなので、もう少し近くなってから詳細はお知らせしますので、待っててくださいね。それでは今回の動画はこの辺でおしまいにしようと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。まみこさんでした。